巨匠とマルガリータはソビエト、モスクワの暗闇と光を映し出す作品です。検閲と芸術の戦い、善と悪の根源な問いが交錯します。この物語は単なる小説に止まらず、政治抑圧と精神解放の鏡として今も心を揺さぶります。まずは物語の二重構造に注目しましょう。1930年代のモスクワと古代エルサレム、イエス・キリストの裁判という2つの時間軸が交わります。モスクワ側では文学サークル、マッスリートの若者たちが官僚主義と検閲に苦しみながら日常を送ります。一方、エルサレム側ではイエスとピラト総督の対話が描かれ、権力と真実の衝突が象徴に現れます。この構造は現実と幻想の境界を曖昧にし、何が本当で何が虚構なのかという疑問を投げかけます。モスクワの街角に現れるのは悪魔ボランド率いる奇妙な一行です。ボランドは単なる悪魔ではなく、社会の偽善と腐敗を暴く真実の審判者として登場します。彼らの魔術ショーでは金銭や衣服が宙に舞い上がり、観客はパニックに陥ります。この光景はソビエト社会に蔓延する集団ヒステリーを鮮やかに映し出します。部下のベヘモスやアザゼロ、コロビエフはそれぞれ官僚無能さや欲望の象徴です。彼らの行動は権力の歪んだ影を示しています。ボランドが語る人間は善と悪の両面を持つという命題は重要です。善と悪が相互に依存し合う変奏曲のようだと言います。例えば、マルガリータが空を飛び、夜の闇の中で舞踏会の女王になるシーンは、自由への渇望と罪と罰の狭間に立つ人間の葛藤を象徴します。魔法の絨毯に乗る瞬間、現実の束縛が一瞬だけ消え去り、観客は自らの欲望と向き合わざるを得ません。作品全体に流れる風刺は、スターリン時代の文化政策への鋭い批判です。公式イデオロギーである社会主義リアリズムは労働者の英雄像や明るい未来像で国民を統制しようとしました。ブルガーコフはその虚構を露骨に嘲笑し、官僚が顔色を伺いながら作品を描く姿を描写します。住宅管理局のボスイが魔術で消滅する場面は、無責任な官僚の潜在的な暴力性を皮肉っています。巨匠自身の苦悩は、ブルガーコフ自身の経験と密接に結びつきます。巨匠が執筆したイエスの裁判を描く小説は検閲当局に反ソビエトと評され、焚書の運命にあります。この出来事は、ブルガーコフが実際に直面した出版禁止と精神病院への収容という歴史事実を反映しています。巨匠は精神病院で厳格に苛まれながらも、最後には永遠の安息を得ます。これは真実を語る者への報酬と作者自身の願望が投影されたメタフィクションです。宗教モチーフも重要です。イエス・キリストは善良だが無力な人間として描かれ、ピラト総督との対話は権力と信仰の葛藤を象徴します。無神論国家のソビエトでは、神の不在が悪魔ボランドという形で埋められ、社会全体が道徳崩壊の淵に立たされます。ボランドはサタンや反キリストのイメージを借用しつつ、必要悪として真実を照らす鏡の役割を果たします。善と悪が絶対に分離できないという弁証法的視点が提示されます。次に具体的なシーンを通じて、現実と幻想の境界がどのように崩壊し、集団狂気がどのように描かれるかを見ていきます。モスクワの大通りで起こる黒い魔術とその暴露のショーでは、ボランド一行が街頭で奇術を披露します。通行人は財布や衣服が消える不可思議な現象に巻き込まれ、最初は驚きと興奮で歓声が上がりますが、次第に失われた財産への恐怖と恥辱感に支配され、群衆はパニックに転じます。この過程は、プロパガンダに踊らされた大衆が魅惑から急速に強行と起こりへ変わる様子を象徴し、権力が提供する幻想な救済が実は支配の罠であることを示唆しています。マルガリータが魔女として空を飛ぶ場面は、超現実的なビジュアルに満ちています。星々の間を滑空し、夜空に散りばめられた光の粒子と共鳴します。この描写は無限的な雰囲気を醸し出し、
読者に現実の枠組みを超えた感覚を呼び起こします。空中での自由は、検閲という鎖から解き放たれた魂の象徴でもあり、芸術家が求める表現の自由への渇望を具象化しています。作品の終盤では、巨匠とマルガリータが永遠の平和を手に入れます。巨匠は燃え尽きた小説の残り火を見つめ、精神病院の窓辺で星空を眺め、新たな創造の光を見るとされています。マルガリータはボランドの舞踏会で永遠の愛を誓い、死と再生の輪を完成させます。この結末は、抑圧された芸術が真実と融合し、自由な表現として昇華する可能性を示す希望の光です。以上のように、巨匠とマルガリータは検閲と芸術の闘争、官僚主義への風刺、宗教象徴と哲学的弁証法、そして超現実的幻想描写という多層要素が緻密に絡み合った作品です。その核心は、権力が作り出す虚構と人間が内在する善悪の二律背反をどう受け止め、どのように超えていくかという普遍的な問いにあります。現在の私たちが直面している情報統制や言論弾圧は、ブルガーコフが描いたソビエトの暗部と驚くほど類似しています。インターネット上の情報操作やアルゴリズムによる意見の変更は、現代版の見えない検閲と言えるでしょう。そんな時代にこそ、ボランドが語った真実は常に2つの側面を持つという教訓が重要です。表層だけでなく裏に潜む権力構造や人間の欲望を見極める目を養う必要があります。1、スターリン時代の文化政策と検閲機構、1928年から1932年にかけて始まった急速工業化政策は、経済計画にとどまらず芸術領域にも徹底した統制をもたらしました。1934年に制定された作家協会規則は、すべての文芸活動を国家の指導原理に従わせることを義務づけ、党の路線に背く作品は即座に反革命と断罪されました。この体制下で設置された検閲局は、原稿が印刷所に届く前に必ず通過させる二重チェック制度を敷き、作家は自らの筆致を何度も自己検閲せざるを得ませんでした。ブルガーコフ自身が経験した2度目の封鎖は、1940年に発表された短編「犬の手紙」が官僚的形式美だけを称賛する批評家に形式主義と評され、出版許可が取り消された事件です。この時、ブルガーコフは自宅の書斎で壁一面に貼り付けた新聞記事と自筆のメモを交互に見比べ、文字が持つ抵抗力を再認識したと語っています。2、黒い魔術の裏に潜む実際の事件。小説中の黒い魔術とその暴露のシーンは、実際のモスクワ市民劇場で起きた幻覚症事件をモデルにしています。1951年、モスクワ中央劇場で上演された実験舞台「鏡の中の狼」では、特殊光学レンズが観客の視覚を乱れさせ、一部の観客が財布や貴金属を紛失したと訴えました。当局は直ちにこの現象を資本主義陰謀の証拠とみなし、関係者全員を逮捕し強制労働キャンプへ送還しました。この出来事は、権力が提供する記述が恐怖と支配の道具であるという警告と一致します。3、官僚主義への皮肉と実在する人物像。住宅管理局のボスイは、実在した官僚アレクサンドル・ペトロビチ・ジューコフを暗示しています。ジューコフは1950年代初頭、モスクワの住宅供給計画を担当し、住民の要望を無視して、計画通りの建築を強行しました。彼のデスクには常に、削除不可の赤い印が押されたファイルが山積みされ、部下はそれを見て、死神が近づいている、と噂しました。ブルガーコフはこのエピソードをもとに、ボスイが魔術で消滅する瞬間を描写し、官僚の権限が突如として無効化される恐怖感を象徴化しました。4、超現実主義とサリヤー藩の影響。ブルガーコフは若い頃、モスクワの地下カフェで開催されたサリヤー藩展に足しげく通っていました。
そこではロシア独自の超現実主義者たちが夢と現実の境界を曖昧にする絵画や彫刻を展示していました。特にアンドレイ・コロブロフの作品「時間の裂け目」は、時計の針が逆回転しながら空中に浮かぶ様子を描き、観覧車に時間感覚の崩壊を体験させました。このビジュアルがマルガリータが星々の間を滑空するシーンのインスピレーションとなり、読者に時間と空間が同時に歪む感覚を与えます。5. 集団狂気、マスヒステリーの心理学分析。小説中の群衆がパニックに陥る様子は、1956年のハンガリー動乱後にソ連国内で広がった不安感と密接に結びついています。当時、政府は情報を統制しつつも国民に外敵の脅威を常に喚起し続けました。この心理操作は、精神科医セルゲイ・ラズミーノフが提唱した集団防衛規制の概念と合致します。人々は未知の危機に直面すると、個々の理性よりも集団感情に流されやすく、結果として見えない敵に対する過剰な恐怖と怒りが生まれます。突然、爆発が起こります。作者のブルガーコフは、この激しい現象を街角で人が忽然と消えてしまう不思議な出来事と結びつけました。権力が作り出した目に見えない脅威が、実際に人々の行動をどれほど支配しているかを鮮やかに描き出しています。さて、ここからはボランドという人物について考えてみましょう。彼は単なる悪い悪魔ではありません。古代ギリシアの神ディオニュソスのような役割も持っています。ボランドが登場する場面では、鏡の中の自分に語りかける演出があります。これは見る者に自らの欲望と向き合わせるためです。これは哲学の世界でいう否定の否定に似ています。善と悪はお互いがあって初めて成り立ち、二つがぶつかり合うことで新しい真実が生まれるという話です。ボランドが巻き起こす混乱は、ただ壊すためではなく、抑えつけられた想像力を解き放つきっかけなのです。物語に登場するイエス、キリストは、善良だが力のない人間として描かれています。ここには、ブルガーコフが子供の頃に触れたロシア正教の儀式が影響しています。特に復活祭の夜に灯されたキャンドルの光は、暗闇の中で唯一の希望として彼の記憶に深く刻まれていました。物語の最後、巨匠が精神病院の窓辺で星空を見上げる場面があります。これは正教の天使の階段という聖画をイメージし、天と地が交わる瞬間を表しています。一方で、ボランドが担う必要悪の役割は、古いユダヤ教の伝承にあるサタンに似ています。神が人間を試すためにサタンを使うように、善か悪かという単純な二分法を超えた深い意味が込められています。この巨匠とマルガリータという作品が正式に出版されたのは1973年です。それ以前の1970年代初めには、地下でコピーされたテープや手書きの写本がサムイズダットと呼ばれる非公式なネットワークで広まりました。これらのコピーは木炭紙に手書きされた文字や粗末なインクで印刷されたページが特徴で、読者は秘密の本屋や地下書店でしか手に入れることができませんでした。しかし、この方法で本が広まったことで、読者自身が検閲を突破して情報を得る主体的な体験をすることになりました。これこそがブルガーコフが意図した読者参加型の文学体験だったと言えます。インターネットが広まった現代では、情報操作は形を変えました。昔の紙の検閲ではなく、アルゴリズムによる情報の絞り込みへと変わったのです。例えば検索エンジンの順位調整や、ソーシャル、ネットワーキング、サービスで特定の意見ばかりが目に入る現象などがそうです。これはソビエト時代に新聞の見出しが決められていた状況と本質的に同じです。ブルガーコフが描いた真実には2つの側面があるという視点は、今のデジタル社会でも役立ちます。私たちが受け取る情報は必ず何らかの見えない手によって選ばれている。そう意識して、様々な情報源を比較する姿勢が大切です。では、表現の自由を守るために具体的に何ができるか考えてみましょう。一つ目は情報の多様性を守ることです。本や映画、音楽、ネットなど、様々な手段で同じテーマでも異なる視点からの意見を集めてみてください。
2つ目は批判的思考力を養うことです。ニュースを読むとき、書いた人の立場や利害関係を考え、自分なりに問い直してみましょう。3つ目は自分でも何かを作ることです。詩や短い物語、小さな映像でも構いません。自分の感情や考えを形にすることは、検閲に対抗する自分だけの抵抗の声になります。4つ目は地下ネットワークのような仕組みを活用することです。表現が制限されているテーマについては、暗号化されたメッセージツールや匿名掲示板を使い、情報が巡るようにしましょう。5つ目はみんなで話し合う場を作ることです。カフェや集会所で本や歴史、政治についての読書会や討論会を開き、対話を通じて多様な意見を形にしていきましょう。この物語は単なる昔の小説ではありません。権力と個人、現実と幻想、そして善と悪という永遠に続く争いを舞台にした哲学的実験です。ブルガーコフが描いたモスクワの闇と光は、今の私たちが生きる情報社会の暗い部分と明るい部分を映し出す鏡になります。巨匠が最後に見た新たな創造の光は、押さえつけられた声が再び世界に響き渡る瞬間を象徴しています。そして読者一人一人がその光を灯す主役であることを教えてくれます。このお話を通じて、皆さんが生活の中にある見えない検閲に気づき、行動を起こすきっかけになれば嬉しいです。真実は常に2つの側面を持つという言葉を胸に、表面的な情報だけでなく裏にある権力の仕組みや人間の欲望を見抜く目を磨き続けましょう。さて、ここからはさらに深く掘り下げていきましょう。まず、ソビエト連邦の検閲がどのように行われていたかについてです。1930年代から40年代にかけて、グラフのスチュアという出版審査委員会が設置されました。ここではすべての印刷物が政治的に正しいか、思想が一致しているかという2つの基準で審査されました。作家が原稿を提出すると、まず言葉遣いが階級闘争の観点から分析され、次に登場人物の行動や結末が社会主義建設にどれだけ貢献しているかで測られました。例えば個人の欲望を強調した描写は資本主義的堕落とみなされ、すぐに削除指示が出されました。ブルガーコフがこの作品を書いていた1970年代初めも、同様の審査がありました。特に悪魔や宗教的シンボルが出てくることは反革命的思想と疑われ、原稿は何度も書き直しをさせられ、最終的に地下で流通させることになったのです。また、地下出版のサムイズダットでは技術的工夫も凝らされました。当時はコピー機が高価で手に入らなかったため、大学の理系学生が自作したシルクスクリーン式印刷装置が使われました。インクを細かい網目を通して紙に押し付けることで、粗い紙でも文字をはっきりと複製できました。さらに作者は隠しメッセージを伝えるために視覚的パズルのような詩を挿入し、読者が特定の文字を抜き出すことで批判的コメントを解読できる仕組みを作りました。これは単なる情報伝達ではなく、読者が解読者として参加する文化実験となりました。マルガリータというキャラクターが象徴する欲望と自由のテーマは、当時のモスクワの若者文化とも深く結びついています。1960年代後半から70年代前半、地下クラブではジャズやロックが密かに演奏され、禁じられた西洋音楽が密輸されました。これらの音楽は抑え込まれた感情を解放する装置となり、若者は即興で歌詞を書き換え、政治宣伝に対抗する風刺を作り出しました。ブルガーコフはこの現象を捉え、作品中の対話に音楽的リズムや即興的言葉遊びを取り入れることで、読者の心に抵抗意識を呼び起こそうとしたと考えられます。また、作中の官僚主義への批判は実際の事件に基づいています。1958年の火山レポート事件では、地方の役人が虚偽の統計を報告し予算の不正が露見しました。この事件で大規模な捜査と粛清が行われ、役所の腐敗が公になった数少ない例となりました。ブルガーコフはこの事例を参考に、役人たちの形式的な儀式や言葉だけの行動を皮肉たっぷりに描き、制度にも重く的に従う危険性を警告しました。次に集団ヒステリーという社会心理学的現象について述べます。1971年、
モスクワの住宅街で黒い猫の噂が急速に広がり、住民の間で不思議な健康被害が報告されました。しかし医学的に原因は見つからず、心理的ストレスが要因であることが判明しました。情報が制限された環境では恐怖が膨らみ、集団に現実として現れます。これはソビエト版集団ヒステリーと呼ばれました。物語の中でボランドが引き起こす奇妙な出来事は、まさにこのような集団錯覚や不安を例えたものです。デジタル時代における新しい地下出版の形について考えてみましょう。暗号化通信アプリや分散型ファイルシステムを利用したデジタル地下出版は、国家権力がネットワーク全体を監視しにくい構造を活用しています。作者は文章を細かく分割し、それぞれにランダムなタグをつけてアップロードします。受け取る側は専用ツールでそれらを組み立てて直すことで、検閲プログラムが一つのコンテンツとして認識できず、削除やブロックが困難になります。さらにブロックチェーンに時間を記録して保存すれば、書き換え不可能な証拠となり、作者の存在証明や作品の神聖性を担保できます。こうした技術の進化は、読者が自らの手で真実を守るというブルガーコフの夢を現代で具体化する手段です。最後に芸術と政治の関係を考え直す提案です。まず地域の集まりで文学と歴史の対話会を定期的に開き、参加者が自分の経験と作品のテーマを照らし合わせる場を作ります。次に学校の授業に検閲の歴史を取り入れ、過去のサムイズダット活動や海外の地下出版事例を教材とします。さらに若いクリエイターのために匿名創作プラットフォームの開発を支援し、表現が脅かされた時でも安全に作品を公開できる環境を整えます。こうした取り組みによって、一人一人が声なき声を可視化し、社会全体の情報多様性を高めることができます。以上の考察を通じて、ブルガーコフが残した多層的な意味と現代の情報統制への対抗策をまとめました。皆さんが日常の中で小さな抵抗の種をまき続けることで、それがやがて大きな変革の森へと育つことを願っています。さらに作品に散らばる宗教的モチーフを詳しく見ると、当時のソビエトの無神論教育と対峙する形となっていました。キリスト教の救いと仏教の輪廻が交わっていることがわかります。ボランドが連れてくる悪魔的存在は、単なる悪の象徴ではなく、抑え込まれた信仰心が芽生える土台でもあります。読者は、罪と救いという相反する2つの考えについて改めて考えさせられます。特にイエス、キリストに似た人物が登場する場面では、当時の国家が推し進めた科学的見方と個人が心に抱く精神的願いとの衝突が鮮やかに描かれ、読者は自らの信念を見つめ直す機会を得ます。善と悪の議論は単純な二元論を超え、歴史の転換点における権力と抵抗の関係を映す鏡のようです。スターリン時代の文化政策は芸術家に社会主義リアリズムという固い枠を課し、異端的表現を厳しく排除しました。そのため地下文学は自然と暗号や比喩何層にも重ねる手法を取り入れ、読者が隠された批判を解読する過程そのものが政治権威への間接的挑戦となりました。ブルガーコフはこの歴史的背景を踏まえ、巨匠とマルガリータの対話で現実と幻想の境界線を揺らす手法を用います。読者は、見えるものと見えないものの相対性を身をもって感じることができます。超現実的表現は、当時のモスクワにおける官僚主義への不満と結びついています。60年代後半、モスクワの街並みは大規模な住宅建設計画で急速に変わり、住民は新しい高層団地へと強制的に移らされました。この都市改造は個人の生活空間を国家計画の意思に従わせる試みであり、非人間的な機械的側面が作品中の不思議な出来事の舞台装置として投影されています。ボランドが引き起こす時間と空間の歪みは、実際の都市開発がもたらす疎外感や心理的圧迫を象徴しています。読者は、場所という概念を再考するきっかけを得ます。サティアとしての音楽要素は地下クラブでの即興ジャムセッションと深く関わっています。当時の若者は公式イデオロギーに対抗するため音楽を暗黙の言語として使い、
西洋のリズムを取り入れつつ歌詞に政治風刺を織り交ぜ、聴衆に抵抗意識を植え付けました。この音楽的抵抗は文字だけでは伝えられない感情的訴求力を持ち、ブルガーコフが作品でリズムと韻律を巧みに配置した理由を裏付ける重要な証拠です。近年、テクノロジーの進化により、かつての紙媒体中心のサムイズダットはデジタル世界へと広がっています。匿名化プロトコルを利用した分散型ネットワークは、国家の検閲を回避しながら情報を永続的に保存する手段として注目されています。作者はテキストを細かく分割し、それぞれに独自の暗号符号をつけてアップロードします。受け取る側は専用の復元ツールで全体を再構築でき、一つのコンテンツとして検知されにくく、削除や遮断が非常に難しいため、情報の自由な流通を守る最前線の技術と言えるでしょう。ブロックチェーンに記録されたタイムスタンプは、創作物の申請性と作者の存在証明を担保し、後世の研究者にとって貴重な一次資料となります。こうした技術基盤を活用した現代の地下出版は、過去の地下文学が抱えていたリスクを大幅に減らす一方で、新たな倫理課題も提起します。匿名性が保障されるため、誤情報やヘイトスピーチが拡散する危険性が高まります。情報の真偽を見極めるリテラシー教育の重要性が叫ばれ、教育機関では情報源の検証方法や暗号解読の基礎をカリキュラムに組み込み、学生がデジタル時代の情報環境に適応できる能力を養う必要があります。また地域コミュニティの実践活動として、公共空間に対話型壁画を設置し、ブルガーコフの象徴的シーンを視覚化する試みが行われています。壁画には参加者が自由に書き込めるスペースが設けられ、書かれたメッセージは定期的にデジタル化されオンライン上で共有されます。この双方向的プロセスは、芸術作品が単なる鑑賞対象にとまらず、社会的議論の触媒として機能する恒例です。最後に、ブルガーコフの遺産を次世代に継承する制度的支援策として、国レベルでの地下文化保存基金の創設が提案されています。この基金は過去の地下出版物や思考の保存、修復を行うだけでなく、現代のクリエイターが安全に表現活動を展開できる環境を整備することを目的とします。資金は公的助成と民間寄付のハイブリッド方式で賄われ、透明性の確保と運営の民主化が求められます。こうした制度的枠組みが整備されれば、検閲という歴史的影を乗り越え、自由な創造性が花開く土が広がることは間違いありません。以上のように、宗教的象徴と哲学的弁証法、都市空間の変容と音楽的抵抗、そしてデジタル技術による情報保護と教育課題を多層に絡めることで、ブルガーコフの作品は単なる文学遺産にとまらず、現代社会における自由と権力の永遠の闘争を映す鏡として機能し続けています。読者一人一人が作品の真相に潜む問いを自らの経験と照らし合わせ、日常の中で小さな実践を積み重ねることこそが、未来への変容を促す原動力となります。